さーて展示をバンバン紹介していきますかね。ごきげんよう、バーチャル図書館長のライバーミラビリスです。今回は漫画家の島本和彦さんの画業40周年炎の原画展というイベントに行きました。会場は有楽町丸井で駅から出てすぐにでっかくポスターが出ていました。会場前に結構な人が並んでいて、時間制入場だったのかって焦ったんですが、ちょうどこの日から開催の最有機の入場列がありました。ちょうど隣で開催してたんですね。会場は長い廊下が折り返して続いている感じの構成で、壁に歴代の作品の原画やイラストが展示されています。入ってすぐのところにある作者挨拶の文に、40年やってきて最近やっと漫画がうまく描けるようになってきた。なので今回の展示は漫画家としての序章に過ぎない。今後開催されるであろう第1章の展示をお楽しみにみたいなことが書いてあって、あまりにもかっこよすぎて笑ってしまいました。そのまま展示会場を回っていたのですが、入り口から入ってきた人に何か見覚えのある気がして、あれと思って見ていたら、なんと作者の島本和彦さんが入ってきました。すんごいびっくりして、あれって思ったんですが、なんか多分知り合いの方とかが来てるから案内のために来てるのかなと思って、それだったらまあきっともうちょっと案内して、帰ってくのかなと思ってそのまま展示を見ていました。展示会場には漫画原稿とかだけでなく、島本和彦さんが昔やられていたラジオの収録風景の動画なども流れていて、こういう感じで撮ってたんだなと思って見てたんですが、それの映像を見てるのに、その同じ声の人が横のブースからすっごい勢いで作品の紹介とかをしている声が聞こえてきて、全然集中できないっていう珍しい体験をすることになりました。どうもお忍びとかじゃないようで、あまりにもバンバン話してるので、展示をめがってたちょっと覗いてみたんですが、どうもゲリラで在廊に来たみたいで、お客さんとめちゃくちゃ交流というか、作品はこれ書いてた時はこういう感じだったんだよねっていう話をしてみました。とはいえ、その作品展示の解説をしている相手が何かお知り合いの方なのかお客さんなのかっていうのは、パッと見分かるようなものではないので、みんな遠巻きに見てる感じだったんですが、その時なんかグッズコーナーにも行ってたお客さんで、島本和彦さんが来てるって気づいて、入場料をねもう一回払って、再入場禁止なんで入ってきたんですっていうお客さんが現れて、君ねそれは損だったねって言って、じゃあその分なんか握手とかしようかみたいな話でちょっと盛り上がってる、結構もう子さんのファンの方がいらっしゃってて、なんか話の流れで、なんか最近絵の勉強とかしてるんだよねみたいな話をし始めて、それからなんかこう絵のこういうところが良くてみたいな、なんかイラストの話になって、そしたらじゃあ書いて説明するかっていう流れになんかどうなったらしくて、なんか紙とペンあるかなって言ったら、そのファンの方がちょうどマッキーを持ってて、で紙はなかったんですけど、入場特典にねクリアファイル、その中に漫画家10君みたいなことが書いてある紙の裏紙を利用して、そこにイラストを描き始めて説明するっていうので、いよいよこれは見てもいいものなのかもしれないってなって、お客さんたちがねどやどやと集まってきて、ちょっと人だかりができ始めて、そこからちょっとトークショーっぽくなってきたんですよね。絵の話って言ってもなんかいろいろな話をされていたんですけど、例えばアニメとかである紙の描き方っていう、こういう細いのがこうギザギザギザみたいな描き方もあるけど、こうエッジのある感じ、これも好きなんだよねみたいなのを描きながら説明してくれたりとか、そういうのをなんかお客さんからねその裏紙を集めて、それにね絵のこういうポイントがいいって話をすることもあれば、何のキャラが好きって言って、なんかその言ったキャラを描いてくれる人もいるっていう、なんか結構ね博打みたいな感じでイラストを描いてもらえるっていう、ちょっとイベントみたいになってましたね。今回は展示はサイン会がありまして、グッズをいくら以上買うと参加できるみたいなやつがあったんですが、もうその展示の中頃だったんですけど、私が行った日はもうその頃には受付すでに終了していて、それもあって在庫してくれたみたいなことらしいんですけど、サイン会ではないので、今回はあえてサインはなしということで、なんかこの後もイラストをいろいろ描いてくれたんですが、あえてサインなしっていうのをみんな描いてもらうっていう感じになってましたね。で、なんかその下本さんは最近絵の練習をされてるそうなんですが、なんか絵が上手くなったんだよねっていう話をされてて、なんかたまたまツイッターで見たウマ娘の絵がスケッチしてたら上手くなったんですみたいなツイートが回ってきて、ほうと思って、スケッチブックに絵の練習というスケッチというかデッサンとかそっちの練習をするっていうのを今続けられてるらしくて、もう結構5冊ぐらいいいペースで進んでって、なんかだいぶいろんな絵が描けるようになっただけど、その代わりに勢いのある昔みたいな絵が描けなくなっちゃったんだよねって言って、それが最近の悩みという話をされていました。
なんか2年前までは書こうと思えばそういう勢いのある絵が描けてたらしいんですが、あえてして昔の下手な描き方する必要ないだろうと思って描いてなかったら、なんか最近描けなくなってしまって、なんかそれでなんか逆に今展示で昔の絵を見るとなんか下手だなって思ってたけど音楽うまいなって思うようになったのはそういうのがあるかもっていう話をされていました。自覚的に絵柄を模索してる作家さんってやっぱり長く続いてる作家さんで、なんか聞く話でもあるのでさすがだなと思って聞いていました。絵が下手だとまずいなと思ってやられたらしいんですが、その思ったきっかけっていうのが浦沢直樹さんが、司会みたいな形でやって、いろんな漫画家さんの作業風景をトークしながら見ていくっていうすごくいい番組があるんですけど、そちらに出られた時、この作家さんの回も見たらしいんですが、その時に押見修造さんって悪の花とかの作家さんがなんか出られてたんですけど、人の足の甲って描くの楽しいよねっていう話で浦沢さんと盛り上がっていて、俺は全然楽しくないぞ、まずいなってなったそうで、そこから描くの練習を始めたそうです。実際にこういうやつなんだよねっていうのも絵に描いて見せていただいたんですけど、確かにこれは絵下手な人だとむしろ避ける角度の絵だなっていうのはね分かる感じのやつで、それも今は描けるようになったみたいなことをおっしゃってました。途中某雑誌で下本さんにインタビューしたことがあるという方が出てきて、君は星野源が俺のファンだって教えてくれて連載の大事を書くかもしれなくなったけど結局ならなかったきっかけの人かなって言ってて、そんなことあったんだって思って、めちゃくちゃ面白かったんですけど、結局その人は別の方で、その件があったから星野源さんがねガッキーと結婚した時にワンチャン会えるんじゃないかなって思ったらしいんですけど、会えなかったそうです。いつか会えたらいいですね。あと個人的に私も気になっていたんですけど、新仮面ライダーって庵野秀明さんが最近撮られた実写の映画があるんですが、島本和彦さん結構その庵野秀明さんがそれまで撮られてるシン・ゴジラ、シン・ウルトラマンとかでも結構盛り上げるのに協力されていて、でも今回は全然むしろそれにあえて触れてない感じで、ツイッターなので、なんで触れないんですかっていう質問があって、それに関してはもうノーコメントとは言ってたんですけど、今までは庵野さんが仮面ライダーを気持ちよく撮れるように全面的に協力してきたけど、それが叶ったんだから俺の役目は終了したし、それに乗っかって騒ぐのも違うしねっていう話と、あと庵野芸人みたいに見られたくないしみたいな話をしてて、そういうことなのかなとは思ってたんですけど、その理由をねちゃんと知れて、ネガティブな理由とかじゃないだろうとは思ってたんですけど、そうなんだっていうのが知れて、それはすごく良かったですね。あと他にも子供が漫画家になりたいんですっていう方がいて、で何かメッセージくださいって言われて、間髪入れずに漫画家にはならない方がいいですよって言ってて、面白かったです。儲かるかもしれないけど、それにあまりにも全てをかけなきゃいけないし、で儲からなかったらもうそれも何にもならない、そのかかった時間も別に何にもならないから、それはちょっとおすすめしかねるって話をしてて、確かにねと思って、最終的にそのメッセージの結論としては、漫画家と結婚する方が全然可能性あるよ、ジャンプ作家以外でねっていう結論に至って、その結論でいいのかとは思ったんですけど、それは確かにそうなのかもしれないとは思いました。あと途中でちょっとプチ事件みたいなのがあって、最近書いた絵で納得いかなかったなんかものとかってありますかみたいな質問で、青い炎で海に行くっていう話があったんですけど、あれは何巻だったかなって言ってたら、該当のコミックをちょうど持ってる方がいらっしゃって、それを差し出してくれて、でそれを受け取って、この回なんだけど、でも今見たら案外分けてるなみたいなことを言いながら見てて、この巻もこれかねみたいな話をペラペラめくられてたんですけど、おもむろにそのコミックのね前の方の何も書いてないページにイラストを描き始めてくれたんですよ。サービスだと思うんですけど、そしたら街の人がって言って、で私それ見ちゃってたんですけど、レンタル本だったんですよね、その漫画が。でもうね聞いた瞬間、それレンタル本でって聞いた瞬間にもうね書いちゃってたんですけど、島本先生の手がピチャッて止まって、でちょっとしてからレンタルかがぜん描きたくなってきたなって言って、結局フルでね炎くんの絵を描いて、もうその絵だけあえてもうサインも入れるし日付も書くし、で炎くんがねレンタル本かみたいなことを言っている直筆イラストサイン入りレンタル漫画の爆誕した瞬間に立ち会ってしまいました。これはね事故なんでしょうがないことだと思うんですけど、
これ返す時にまあ弁償すればいいんだとは思うんですけど、別に絶版本とかでもないんで、ただ返す時に本屋さんにサイン本になっちゃってみたいな説明してるのめちゃくちゃ面白いなと思いながら見てました。でこの日も島本さん結構ベレー帽をかぶられてる、メディアとかにも出られてることが多いんですけど、この日はベレー帽をかぶられてて、なんでベレー帽をかぶられてるんですかっていう質問があって、昔の漫画家さんは手塚治虫先生しっかりちゃんとスーツを着てたりしてメディアに出られたりとかする方が多かったですけど、最近はそんなにいないから自分くらいはそれ引き継ごうかなと思ってるみたいな話をされてましたね。漫画家何か大事な場面に呼ばれた時に T シャツとかで現れたらまともに話聞いてもらえないじゃないみたいなことも言われてて、これって王様の仕立て屋でよく見るやつだなと思いながら、服装でね見る側のやっぱ判断も変わってきちゃうっていうのはあることですから、いやそれはね漫画業界としてもそうしていった方がいいよねみたいな話をされていて、やっぱりそうだよなと思って、T シャツに上下ジャージでね新聞の取材受けられる漫画家さんとかもいたからねみたいな話もされてて、確かにそれはねやっぱ服装は大事だよな、自由な服装でいいとはいえって思いながら、そんなこんなでね在廊が終了して、島本さんが帰られるということで、みんなが集まった人たちがね見送った後になんか自然とすごい楽しかったね、よかったよかったみたいなわーって雰囲気になって、なんかすごいいい空気になって、でじゃあよかったよかったってスーってみんないなくなってて私もね見切れてなかった展示を見に行ったりとかしてね、そのまま帰ったんですけど、今回はね珍しい場に合わせたので展示レポって感じじゃなくなりましたけど、今回のはちょっと会場が撮影禁止とかでそのトークのね様子とかも残ってなくてもったいないなみたいな話を島本先生もされてたので、ちょっとあえてトークレポみたいにしてみました。ちなみに展示はねもう会場に収まりきれないレベルでいろいろあったんですけど、その中でも学生時代に島本さんが撮られた映像作品っていうのも流れてて、これ漫画で見たやつ見たかったなって思って見てたんですけど、なんか5本ぐらいあるって書いてあったんですけど、なんか全然映像切り替わらないなと思ってよく見たら、5本のうち2本は30分30分あって、1時間かかる映像が廊下の途中にパッてあるテレビで映し出されてて、上映スペースみたいなの作ってくんないと無理だなこれと思って諦めてね、ちょっとだけ見て、若い頃のね島本さんのね感じを見て帰りました。 YouTube とかで見れるようにしていただきたいですね。展示はもう終了してしまってるんですが、一部グッズとかはオンラインサイトで買えるようなので概要にそちら書くので、興味ある方は覗いてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。